今東京ドームの方に向かおうとしているところです。閻魔通り商店街っていうらしい。まあ、正直この通りを歩いたの何回かあるけど、やっぱりなんかちょっとパッとしないっていうか、まあ、地元密着系かなっていうふうな感じはするけどね。後楽園駅到着、次行きます。秋葉方面に歩いていきます。これ何のつもりだろうね。なんかの神社だね。ああ、神田明神。あ、なるほど。新年の。うわ、すげえな。秋葉だね。秋葉もいつも通り過ぎてるけども、こんな形で見るの何年ぶりだろうかな。初セールみんな並んでるんだ。秋葉です。秋葉のメインストリート。しかもあんな
ょっと2つ持って、ATM 僕のカバンの中に6個ぐらい入ってて、まだ1個も使ってないんで、とりあえず2つ、ちょっと2つ持って、札幌に確保だけして、結局、本当に1個も使ってないから、ここから浅草橋に向かいます。今この動画撮影してるのは2026年の1月5日なんだけど、まあもうすでにほぼほぼランチタイムなんだけど、やっぱり年明け一発の営業日っていうのことで何もないね。ほぼほぼ開いてないっていうか、まあ多分スローなんでしょうね。といってもね、ランチタイムいつもこっちにぎわってるんだけど、今日はないね。多分目の前に見えるのが浅草橋かな。ここ来るのも久しぶりだよね。多分 2,3 年ぶりぐらいかな。あんまり変わってないね。というか全然変わってないような気がするけど、まあ基本的に駐車場、倉庫、まあ飲食店関係、特に焼肉とか、そんな感じなんだよね、昔から。飲み屋多いね。店もまだ年明け早々なんで開いてないけど、どっからともなくなんか焼肉というか焼き鳥のような匂いがするね。JR 浅草橋駅。目の前の総武線に沿って亀戸の方に渡れるかなと思ったんだけど、渡れないようなんでちょっと大回りします。一応今目の前の方に見える先の方の交差点で両国側に渡る橋があるんで、それ経由で渡っていきます。これから14号の方に渡って亀戸を目指します。屋形船屋さんかな。夏の季節だったら最高だろうね。亀戸3キロ。今日初めてのサインだね、距離が出てるっていうのは。おお、これはなんか雰囲気のある、やっぱり両国って感じ。ちゃんこ、雰囲気あるね。両国駅、このフォントがいいね。和のフォント。
なんだろうね、なんか神田の高架下って感じがするけど、あれよ御徒町とか。あんまり何もないね。なんか寂れてるな。やっぱり両国っつっても駅前周辺だけでちょっと大道に出ると、まあ本当にね、まあいつもこれだけど何も変わらない一般的な東京の街。まあ店にね、両国なんとかとかねついてはいるけど、まあ本当に東京だよね。もろ駅地からね。ローカル店が多いね。でも錦糸町来たら何年ぶりだろう。まあ、通ってはいるけど降りてないっていうかね、多分5、6年ぶりかな。バリバリ錦糸町駅だね。町駅到着、ちょっと散歩して次行きます。いや、錦糸町なんか沖縄聞こえてくるけど、なんか変わったものあるかなと思うんだけど、でも池袋、新宿あんまり変わらないよね。
錦糸町もね、歌舞伎町と劣らず夜の街というか、夜から賑わってくるというかね、そんな街なんで、何もないかな、この時間帯は。やっぱ大きな街はね、ちょっと南に南下しています。ウィンズ、まあ競輪競馬は何もやったことないんでね、買い方も分かんないんだけど、多分週末はすごいんでしょうね。なんか異様な建物だね。マンション、アパート、なんか1階に怪しいお店がなんか多そうな感じがするんだけど、人住んでんのかな。住んでないような感じがするな。なんかここ怪しい感じがするね。探索してみようか。なんか現代の玉の井っぽい感じもするけどね。いい感じの路地だね。探索しています。
三軒茶屋っぽいって言えば三軒茶屋っぽいけどね、裏のゴミ捨て場みたいな感じでね。でも日が暮れてライトなかったらちょっと怖いよね。多分これが抜けかな。まあ抜けたら普通の繁華街、そんな感じかな。ここら辺あたりもすざまじいマンションだね。これ何世帯入ってるんだろう。もうそろそろ亀戸じゃないのかな。というかね、亀戸来たことないんだよね。いつも通り過ぎるというか、わざわざ降りてなんとかするとかね、そんなこと一回見たことないと思うんだけど。JR 亀戸駅無事到着、お疲れ様です。今日はね、もともと14キロ弱っていうようなことで短めのホテルだったけれども、無事到着できました。まあ見直してみれば、30キロ近くなってはいるんだけれども、いつものごとくいろいろ寄り道したんで、そこの方はいろいろサプライズっていうかね、面白い経験ができたんじゃないのかなと思いますと。でいつものように今からいろいろ散歩して食事どころ探して帰りたいと思います。では以上。